皆さんこんにちは、アミーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はこのようなハートのモチーフを編んでいこうと思います。編み方はとても簡単で、こちらはね、この七色彩色、以前リンゴの帽子を作った時に使用した毛糸なんですけれども、余った糸で全然大丈夫です。こちらで編んだらこのくらいのね大きさのハートができます。それからこちらは編み方は一緒なんですけれども、レース糸で編んだものです。糸の太さによって仕上がりのハートの大きさが変わってくるので、お家に残っている毛糸とか糸とかを活用して編んでもらえたらなと思います。たくさん並べてガーランドとかにしてもいいですし、小さいものでしたらお人形さん用のモチーフに活用できるかなと思います。今回は先ほどの七色彩色、こちらの毛糸と8号針を使用します。そして本当にすぐ編めちゃうんですけれども、作り方としてはまず輪の作り目をして、その輪の中に長編みとか長々編みを編んで形を作っていくっていう流れです。なので1段だけで編み上がります。よし、では早速編んでみます。まずは輪の作り目をしますので、人差し指に糸をくるくると2回かけて、そしてこのように持ってまず一度引き抜いてきます。はい、これで輪の作り目ですね。輪の作り目ができたら、まず最初は鎖編み3目で立ち上がります。1、2、3目。3目で立ち上がったら、先ほどの輪の作り目の中に長々編みを編んでいきます。長々編みっていうのは長編みをさらに1目分長くしたものなんですけども、通常の長編みであればこのかぎ針に一度だけ糸を引っ掛けるんですけども、長々編みの場合はこのかぎ針にもう一度糸を引っ掛けて、この状態です。糸を2回引っ掛けてからこの輪の中に針を入れて糸を引き抜きます。で、長編みのように最初にかかっている2目だけを引き出してきます。そしてもう一度引っ掛けて、これで今長編みができたんですけども、さらにもう一回引き出して、これが長々編みですね。なので3回引き出してきましたね。今この長々編みを3目編みます。今1目編めた状態ですので、あと2回いきますね。かぎ針に糸を2回引っ掛けて、そしてそのままこの輪の中に針を入れて引き抜いてきて、はい、これで1回、はい、2回、3回、これが長々編みです。あと1目編みます。1、2回引っ掛けて輪の中に1、2、3、こんな感じで長々編みが3目編めました。3目編めたら次は長編み、通常の長編みを4目編みます。長編みを4目、長編み1、長編み2、長編みが3、そして長編み4、はい、これが今ハートの半分まで来たところです。長編みを4目編んだら1目だけ鎖編みを編んでおきます。そして左右対称にしてハートの反対側を編んでいきます。まずは長編みを4目編みます。1、2、3、4、ちょっと寄せて長編みを4目編んだら、最後また長々編みです。糸を2回針にかけて、ここにかかっている2目ずつ抜いていって、全部で3回引き抜いて、これをあと2目ですね。長々編みを3目編みます。
最後は最初に鎖3目を編んでいるので、また同じように鎖3目編んで、そして最後輪の中に引き抜いて、これで編むのはもう終わりです。今真ん中にまだ穴が開いた状態なので、この輪をね最後絞っていくんですけども、その前にこうハートの形にこの鎖1目編んだところが一番下になるようにして、でこう上下にね引っ張りながら形を整えて、最初の輪の作り目をした時の糸端があるので、それを引っ張って真ん中の空いているところをなくしていきます。ギュッとギューッと、結構きつめに絞った方がいいかなと思います。こんな感じです。これでもう終わりなので、最後もう一度形をきれいにしておいて、糸がほどけないようにもう一度ギュッときつく絞って、はい、これで完成ですね。でなんかガーランドとかねする場合はこのままここを使って起こしておいてもいいかな。でいらない場合はもうこのままカットしてしまいます。はい、簡単ですけどもこれでハートができました。バレンタインとかクリスマスとか、もちろん普段からハートのモチーフ編みたいなっていう時に参考になれば嬉しいです。では今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。